皆さんこんにちは。今日の動画では東京駅から新幹線に乗って新大阪に行きます。電車のアナウンスもたくさんあります。皆さんがこれから新幹線に乗ると思って見てください。ここは東京駅です。新幹線に乗る前に駅弁を買います。駅弁は駅で売っているお弁当です。コンビニなどでは買えないお弁当が売っています。これ、風船かと思ったら違いました。硬かったです。かわいいですね。ここは日本のお土産屋さんです。この人がたくさんいるところはお菓子のお店です。駅弁のお店はどこでしょうか？駅弁のお店を見つけました。これは海鮮です。海鮮というのは魚や貝など海で採れるものです。これはハンバーグです。2段になっていて下にご飯が入っています。たくさんお店があって悩んでしまいました。これはとんかつです。大きいとんかつが2枚も入っています。お店がたくさんあって人もたくさんいました。悩みましたが、息子はこれ。私はうなぎのお弁当にすることにしました。じゃお願いします。あ、はい、ありがとう。はい、お願いします。あ、お願いします。ちょっと持っててくれない？はい。ギャラリーのポイントカードをお持ちですか？あ、持ってないです。はい。お支払い方法は？クレジットカードで。はい。で、下から差し込みになります。お願いします。そのままお待ちください。はい、カードです。はい。レシートご利用ですか？お願いします。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お店の人は最後にいってらっしゃいませと言いました。駅弁を買う人は大体は新幹線か特急に乗る人です。というのも新幹線や特急以外では普通は食べ物を食べないからです。そして新幹線や特急に乗る人は遠くまで行く人です。なので、いってらっしゃいませとお店の人は言いました。新幹線の乗り換え口が見えてきました。私たちが乗るのは東海道新幹線です。あ、東海道こっちだって。東海道新幹線のマークは青い色の方です。この階段の先が乗り換え口です。ここは切符売り場です。今回はアプリで新幹線の切符を買いました。なので改札に向かいます。人が詰まっています。何か問題があって通れないみたいです。なかなか通れません。やっと通れました。座席表が出てくるので、それを取ります。私たちが乗るのは11時12分発、のぞみ27号
博多行きです。何番ホームに行けばいいですか？16番です。では、16番ホームに向かいましょう。この先が16番ホームです。先に出る新幹線が止まっています。ここにはこだまと書いてあります。東京から大阪方面に行く新幹線には、こだまとひかりとのぞみの3種類があります。こだまとひかりは新幹線ができた時からある名前です。光の速さは速いので、早く進む方が光。そして各駅に停車しながら、つまりすべての駅に止まりながらゆっくり進む新幹線には、こだまという名前がつきました。こだまというのは、山などで大きい声を出したとき、向こうの山にその声がぶつかって戻ってくる音のことです。つまり、光は光の速さ、こだまは音の速さということで、新幹線の名前を表すのにぴったりでした。でもその後で光より速い新幹線が生まれました。でも光より速いものはないですよね。だからどんな名前になるのかなって思っていたら、のぞみという名前になりました。私たちの乗る新幹線がホームに入ってきました。ホームのドアが開いて、新幹線のドアも開きました。では乗りましょう。グリーン車は普通の席と色が違います。お座席を離れるとき、貴重品にご注意ください。お座席を離れるとき、貴重品にご注意くださいと言いました。貴重品というのは価値のある大事なもののことです。お財布や高いパソコン、また今はスマホも貴重品と言えると思います。日本は安全な国です。スリなどもほとんどありません。でもやっぱりトイレに行くときなどはお財布やスマホなどは持って行った方が安心です。また発車後しばらくしますと電車少々左右に揺れます。お立ちのお客様はご注意ください。発車後しばらくすると電車が少々左右に揺れます。お立ちのお客様はご注意くださいと言いました。電車が出発してしばらく経つと電車が左右に揺れるので、立っている人は気をつけてくださいという意味です。新幹線が出発しました。すぐに品川に着きました。のぞみ27号博多行きです。自由席車両前寄りの1号車と2号車です。まもなく発車いたします。自由席車両前寄りの1号車と2号車です。と言いました。自由席というのは座席の指定のない席です。つまり指定席ではないので、どこに座ってもいい席です。その代わり席が空いていなければ座ることができません。指定席は座席を指定して買うので、
自由席より値段が高くなりますが、必ず座れます。前寄りのというのは前側のという意味です。新幹線は反対方向に走るときは1号車2号車が後ろ寄りになります。グリーン車ではモバイルオーダーができます。コーヒーを注文してみようと思います。まずは QR コードを読み取ります。そしてサイトに行き、モバイルオーダーサービスを選びます。乗っている新幹線の番号を入れます。忘れていたので、座席表を確認します。それから何号車のどの席に座っているかも入力します。それから降りる駅を選びます。次の画面で注文するものを選びます。なんとビールの方がコーヒーより安かったのでびっくりしました。コーヒーを選んで決定を押してカートを見るを押して最後に注文するを押します。5分前後で持ってきてくれるそうです。楽でいいですね。はい、お知らせまでお気をつけください。はい、ありがとうございます。430円でございます。はい、ペイペイとかはい、頑張りました。画面失礼いたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。荷物が多くてコーヒーを持って乗れなかったので、新幹線の中でオーダーできてよかったです。今から別の新幹線とすれ違います。3秒ぐらいですれ違いましたね。新幹線って本当に早いですね。グリーンアテンダントの方がおしぼりを配ってくれました。あ、富士山見えた。最初の辺は富士山が見えたり見えなかったりしました。でもこの辺からは富士山がきれいに見えました。右側の下の方、少し膨らんでいるのがわかりますか？膨らんでいる場所は300年前の噴火の跡です。この時、富士山が噴火する49日前にものすごく大きな地震が起きました。その地震は南海トラフ地震と言います。その南海トラフでまた大きな地震が2030年代に起こると言っている地震学者の先生がいます。そして南海トラフ地震が起きれば富士山の噴火につながる可能性があります。300年前の噴火では富士山の灰が東京でも4センチ積もったそうです。東京都が作った富士山の灰に備えるサイトがあります。どうしたらいいかが書いてあります。リンクを貼っておくのでよかったら見てみてください。ではもう少し富士山を見ている間、日本のお祭りを楽しめる7月にあるプログラムを紹介します。皆さんは京都の祇園祭りご存知ですか？その祇園祭りがもともと始まったのは
広島県の福山市にある須佐之大神社だそうです。その須佐之大神社のお祭りを楽しめるプログラムです。おみこしを担ぐ体験や和太鼓といって日本の太鼓を叩く練習をしたりします。このお祭りはおみこし同士をぶつける喧嘩みこしが有名です。もちろんそれも見に行きます。今回はホテルに泊まるプログラムで6日間のコースと10日間のコースがあります。ホテルに泊まりますが、地元の人と会ったり、一緒に料理をしたりする時間もあります。いろいろできてお祭りを 100% 楽しめます。申し込めるのは4人だけです。概要欄のリンクを見てみてください。富士山を見る前に駅弁を食べました。私はうなぎで、息子はサーモンです。とても美味しかったです。海みたいな場所に来ました。ここは浜名湖という湖です。浜名湖はうなぎで有名です。小学校の時の友達のお母さんがこの辺出身の人でした。そして友達はおばあちゃんの家に行くといつもうなぎパイを買ってきてくれました。このうなぎパイ、美味しいのでおすすめです。うなぎの味はしないです。お弁当のゴミを捨てます。ただ、グリーン車ではグリーンアテンダントの人が時々ゴミを取りに来てくれます。なので捨てに来なくても大丈夫です。まもなく名古屋です。お出口は左側です。名古屋を出ますと次は京都に停まります。お忘れ物、お立ち物ございませんようお確かめください。電車とホームの間空いているところがございます。お降りの時は足元にご注意ください。ご乗車ありがとうございました。名古屋です。We will soon make a brief stop at Nagoya Station. The doors on the left side will open. Please watch your step when you get off the train. 英語の翻訳がなかった部分にお忘れ物、落とし物ございませんようお確かめくださいと言っていました。お忘れ物も落とし物も似たような意味です。何かを席に置いたまま電車を降りてしまうと忘れ物で、歩いていて何かを落っことしたらそれは落とし物です。名古屋です。お降りのお客様、足元にご注意ください。お降りのお客様、足元にご注意くださいは電車のアナウンスでよく聞きます。降りるときに気をつけてくださいということです。緑の電車は石油を運ぶ電車です。電車とホームの間空いているところがございます。お降りの時は足元にご注意ください。ご乗車ありがとうございました。京都です。京都の後、次の新大阪の駅までは15分かからないぐらいで着きました。とても近かったです。新大阪に着きました。
新大阪の駅を歩きながら私の発音コースについて説明します。私は発音コースのサブスクリプションをやっています。毎月発音チャレンジをやっていて、いつも参加してくれる人の発音は本当に良くなっています。綺麗な発音で日本語を話したいと思う人はぜひチェックしてみてください。また、チャンネルメンバーシップもやっています。メンバーになっていただくと、例えばこの動画の PDF をダウンロードできます。もう一つ上のレベルでは特別な動画を見ることができます。よかったらぜひ入ってみてください。では、メンバーシップに入ってくださっている方のお名前を言います。名前の読み方が間違っていたら教えてください。チャールトン・ローさん、ディマス・オシロさん、デブさん、アルビレオさん、ウィリアム・ダウニーさん、フラグラント・オーシャンさん、ホルヘ・アセンシオンさん、コウ・エイケイさん、トーマス・ラルスコフさん、メラニー・サンダーさん、エド・イーストンさん、エイミアさん、デイビッド・スピレンさん、サウンドビジョン NW さん、デイド・ドリームスさん、ヨーク・ユバックスさん、ニック・ワンダー・ジェムさん、アイリーン・チェンさん、キズナスキーさん、GUN チーさん、アンナ・ライアンさん、ラファエル・クルツコフスキーさん、ライアン・ムーアハウスさん、オレンカさん、ジョージ・ヤンさん、マーレンさん、ジョナリン・アベさん、タクセヨンさん、コウさん、ジョージ・ヨンさん、ウォ・スーシェンさん、ヨルク・ディーデリヒさん、ニック・エスポさん、ブロックスさん、ケイさん、ヤグアピル42さん、コーダー XYL さん、ジャン・ミシェル・バデルさん、チャン・モクさん、ゲルド・タイズさん、パトリック・キャンフィールドさん、キャメロン・ラッセルさん、酒井ルカワさん、シュレヤ・シュシンさん、デルバル・アキーノさん、BG さん、コマハスタジオさん、アータさん、ホアン・チューリンさん、フー・カイジュンさん、コーリー・ホッジさん、カリオペさん、ケイラ・ブレイジーさん、クリスチャン・ジーさん、レナ・ドロネーさん、サンデー・ガールさん、キャンレリーさん、ボブ・セレリーさん、カシャさん、チョ・ドギョンさん、カ・キョクメイさん、ケスアーツさん、バビー・ホールさん、フェルチさん、イ・スルアさん、セクシー・スノップさん、チェン・ブーイエンさん、ムツギ・ミスギさん、バルトボミエ・ポトラバさん、リチャード・デイビスさん、シープ・デビル・ネマさん、サイバーセキュリティ・フロム・スクラッチさん、D さん、ゾモフォックスさん、シャヒラ・バヌさん、プシュミスワフ・ニュジェベツキさん、ジュースホリックスさん、ニューチャンネルさん、レミーデボスさん、コンスンヘンさん、モール・オブ・エイジアさん、ワルター・エールデケンスさん、ジェシーさん、トリビュートさん、セシルさん、デイビッド・DP さん、ラクローイさん、インシク・ベイクさん、ナタリア・ハーネスさん、ネス・タナーさん、ルチウス・シェーンバウムさん、ファン・サンミンさん、ノーマ・ケアリーさん、ニニさん、ジェイソン・ワンさん、ジョン・エムさん、SGO さん、マシュー・エドワーズさん、ロイ・ワンさん、バナナキッズ TV さん、キム・ビョンホさん、静岡ブルースさん、ラルフ・ペーチュさん、エラリスさん、ユキギツネさん、マクサン・スバイエさん、ラモンさん、ディナ・ラフマワティさん、アーダーさん、ハロ・クレマーさん、DHK さん、パンダ・ロリアンさん、ジョシュア・ファラーさん、イ・ギルジンさん、セドリックさん、リチャード・ニコラスさん、カウデリー・ムーンさん、サベラ・ジョンソンさん、リン・ヤーチェンさん、キム・ジェガンさん、フォルテキストさん、アーニーさん、オッカー・ミャッさん、ムー・フィーイさん、ダニー・ロスさん、エムリン・ロストハウスさん、メンバーシップに入ってくださって本当にありがとうございます。とっても励みになります。それからアーニーさん、スーパーサンクスもありがとうございました。感謝しております。If you want to improve your pronunciation in Japanese, I have a subscription course where you can learn Japanese pronunciation, rhythm, pitch accent, and intonation from zero. Japanese pronunciation, including rhythm, pitch accent, and intonation, is so much different from English. But if you have the knowledge, I'm sure you can improve your pronunciation. Also, I run a pronunciation challenge every month, and I give feedback to everyone who joins, so you can fix your weak points. If you want to feel more confident when speaking with Japanese people, please check out my subscription course. You can find the link in the description. Thank you for watching until the end. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to my channel. 皆さん、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。